こんにちは、高森です。私ですね、メーカーで勤務し始めてからだいたい3年半ぐらいが経過しています。大企業の総合職として働き始めたわけなんですけれども、最近ですね、大企業の総合職っていうのはどういうことなのかみたいなのが、なんとなく分かってきたんで、ちょっと語ろうと思います。で、大企業の総合職っていうのは何かっていうことなんですけど、これは本当にですね、文字通り総合的な仕事をするっていうイメージがありますね。実例を交えつつ話していくんですけれども、私なんですけども、今メーカーの研究開発部隊で研究をやっているわけなんですね。次世代の製品に搭載するための技術みたいなところを確立するために、研究活動みたいなのを通じて、この現象使えるんじゃねみたいなことを調べてるわけですね。っていう風な話をすると、高森っていつも実験とかばっかしてんだなみたいな印象を抱かれるかもしれないんですけども、実はそうじゃないっていう話ですね。ここが大企業の総合職として採用されるポイントというか、考えておくべきかなと思ってるんですけれども、やってるメインの業務は研究開発業務みたいなところなんですけれども、やっぱそれ以外の付帯業務ですとか、法規制の対応とか、ドキュメントまとめるみたいな、必ずしもその研究開発だけやってればいいみたいな仕事ではないんですね。ここが総合職と言われるゆえんかなと思ってますね。もちろん前提として研究開発をやってるわけなので、例えば機械だったら機械、電気だったら電気みたいな感じで担当する分野の専門性を高めておくっていうのはあるんですけど、それ以外にも、ちょっとさっきにも言ったんですけれども、自分がこれまでやってきたであろう、理系の分野以外の分野の知識も必要とされるわけですね。研究ばっかやってりゃいいっていうわけでは全然なくてですね、メーカーの場合は知的財産ですね。特に、特許が代表的なんですけれども、そういった方面の知識ですとか、その他いろいろドキュメントがあったりするんですけれども、その辺の手続きをしっかり押さえておくとか、そういう風な意味でですね、結構多面的に適用できるような総合力みたいなものが求められるところがあります。なんで大企業の総合職として採用されるにあたって必要なのは、一つが自分の専門性という軸を持っておくっていうことと、もう一つが、適応力の高さっていうところなのかなと思いますね。適応力の高さは雑に言ってしまってるんですけれども、結構ですね、大企業の総合職として携わることになる業務といいますか、内容って幅広くてですね、全然違う知識が求められたりっていうところが、日常的にあるわけですね。なので、そういった自分が全く知らない異分野の知識に対して適応できる柔軟性みたいなのが、必要なのかなと思いますね。そういう意味で大企業の総合職っていう、ポジションの採用があるのかなということに最近気づいたわけですね。やっぱ働いてみて思うのがですね、自分から学ぶ姿勢みたいなところを持っておかないと、あんまついていけなくなるなっていうことをですね、言い換えると、好きなことをやってるだけでは仕事にならないということですね。私が勤めてるようなメーカーですと、やっぱその売る側の需要をしっかりと捉えた上で、そこにコミットするような商品を作っていかなければいけないっていうところで、そういう意味でも結構コミュニケーションって大事なんですよね。顧客の要求をしっかりと読み取った上で、それを実現するための技術を落としていくっていう感じなので、そこの顧客のニーズがしっかりと読めなかった場合、すなわちコミュニケーション能力が低かった場合って、独りよがりな技術を完成させて、あれ君何作ってんのみたいなことになりがちだったりもしますからね。なので大企業の総合職っていうのはですね、好きなことをやれないとは言えないんですけれども、好きじゃないことだったり自分が知らないことも結構カバーしながら仕事をする側面があるということですね。就活のタイミングとかで周囲の目を無視して自分って大企業の総合職で合ってんのかなとか、そもそも自分がどういう風なライフスタイルというかワークスタイルというかで働いていきたいかみたいなところをかなり具体的に考えてみるといいかなと個人的に思いますね。なんで就活の段階では、入社前と入社後のギャップをできる限り少なくするみたいなところを念頭に置いて、実際に自分が入る会社とかを決めておくのがいいのではないかというちょっと余談でした。今回は大企業の総合職の意味がちょっとだけ分かってきたっていうことを話した感じですね。いや総合職採用の場合は多面的な能力といいますか適応力の高さみたいな総合力が求められるということですね。今回は以上ですね。ありがとうございました。